ハマの最新ニュースをずんだもんがコンパクトにお届けするのだ。今回はバハマのフリーポートにあるグランドルカヤンリゾートをめぐる動きに注目するのだ。政府はアメリカの開発会社コンコードウィルシャーと総額およそ8億2700万ドルの再開発計画と売却に合意したと発表しているのだ。本来なら毎月およそ150万ドルの運営費はデベロッパー側が負担するはずだったのだけど、実際には今も政府が費用を出していると言われているのだ。さらに従業員のお給料は12月分がまた遅れていて、勤務も週2日に減少、ホテル自体も完全に閉鎖されている状況なのだ。売却額1億2000万ドルが本当に支払われているのか、最大1500万ドルの未払いがあるのではないかという点についても政府は明確に答えていないのだ。将来と生活に不安を抱える従業員たちは首相に対して説明を求めているのだ。この動画ではそんなバハマのブランドルカヤンをめぐる懸念とその背景を一緒に見ていくのだ。バハマは大西洋に点在する約700の島々からなる国で、首都はニュープロビデンス島のナッソーなのだ。先住民ルカヤンの歴史があり、18世紀以降に英領となり1973年に独立した立憲君主制の議会制民主主義国家なのだ。人口は約40万人で観光業と金融サービスが経済の柱なのだ。シャンカヌーの祭りや海洋文化、シーフードが魅力なのだ。近年は海面上昇対策や持続可能な観光への取り組みが注目されているのだ。一つ目のニュースなのだ。グランドルカヤンで懸念が高まるという記事なのだ。バハマのフリーポートにあるブランドルカヤンリゾートの再開発計画をめぐって不安が高まっているのだ。政府は2025年5月、英開発会社コンコードウィルシャーと売却と総額8億2700万ドルの再開発で合意し、運営費約月150万ドルは今後デベロッパー負担になると発表したのだ。しかし実際には政府がなお費用を負担し、従業員の給与も12月分が再び遅延。週2日勤務でホテルは完全閉鎖中なのだ。売却額1億2000万ドルの事業状況などをめぐる質問にも政府は回答せず、最大1500万ドルの未払いがあるとの情報もあり、従業員は将来と生活への不安から首相に説明を求めているのだ。ずんだもんなのだ。従業員の不安は看過できないのだ。政府は説明と未払い賃金の速やかな支払いを行うべきなのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。